なんだこの米。初めて食べる味だな。めちゃくちゃうまい。いつも送っているはずの、私が手塩にかけて育てた自慢の米。それなのに、息子は今日初めて食べたという。ちらりと横目で嫁を見ると、目が泳いでいるのがわかる。私の米、嫁が何か知っているに違いない。私は62歳で専業主婦。夫は早期退職をして、知人から畑を借り、農業に転職。農業を営みながら、夫婦二人暮らし。息子は大学卒業後、そのまま都会で就職して結婚。今は5歳の子供がいる一家を支える父親になっている。最近は交通の便が良くなったとはいえ、頻繁に行き来できる距離ではない。頻繁に会えないのは寂しいが、同じお米を食べているんだと思えば、寂しさも薄れていた。もともと家庭菜園をしていた私。だが、農業ともなれば、家庭菜園程度ではやれないだろうと、始めた頃は不安ばかりだったが、私たち夫婦は性に合っているのか、高齢で農業に転職した割には成功と言ってもいい。特に、米作りは思いのほか大成功で、口コミが広がり、今では全国から購入希望者の問い合わせが後を絶たない。それでも大事な息子夫婦や孫には美味しいお米を食べさせたいと最優先で毎年新米を送っていた。もちろん要望があればその都度追加で送っている。だが残念なことに息子から直に感想を聞けずにいる。仕事が忙しいのか電話対応はいつも嫁だ。その嫁が言うには、家族全員美味しいと言ってますよ、とのこと。送れば必ず嫁から、いつも美味しいお米をありがとうございます。とても助かってます。こんな美味しいお米をいただけるなんて、私たち家族は幸せ者です。と言われる。しかし、決まってお礼の言葉は同じで、どう美味しいのかなども聞いてみたい。そんなある日、その嫁から連絡が来た。何も送ってないのにと思いながら対応する。お母さんがいつも送ってくださるお米、本当に美味しくてついつい食べ過ぎてしまって。食べ過ぎるほど美味しい。そう言われて悪い気はしない。それで、ご相談なんですけど、この美味しいお米を夫の会社の人にも食べてほしいと思って、多めに送っていただくことはできますか？ダメ押しとばかりに、夫もぜひ食べてほしいって言ってるんですとまで言われたら、断るに断れない。私は息子のためと思い、そこまで言ってもらえたら、張り切って送っちゃおうかしら、と、景気よく見栄を張った。もともと夫婦二人でやっているので、無茶な注文は取らないようにしていたが、今年は特に不作だったため、結果的には顧客の注文をすべて断り、大量のお米を送ることになった。しばらく経って、私たち夫婦は娘に会うために上京することになった。娘はまだ独身だが、仕事をバリバリこなす仕事人間。息子夫婦とは近い距離に転勤で越したらしく、予定より早く用事が済んだので、会いに行ってみればと言われた。娘の住まいから息子夫婦宅までの乗り換えなどを細かく教えてもらう。今から伺おうと嫁に連絡をしたが繋がらない。そこで仕事中に申し訳ないと思いながら息子に連絡を入れると、今日は在宅中だから来てもいいと言われた。無事に息子夫婦宅に到着。息子と孫に出迎えられた。平日なのに休みって有給消化？違う違う。まだ子供も小さいから在勤と半々なだけ。とは言っても、ここ数年はほとんど在勤だけどね。嫁からは仕事が多忙だと聞かされていた。
これはどういうことだろうか。それより、何飲む？それとも軽食の方がいいかな。高校卒業とともに、息子は私たちの元を離れ、一人暮らしをしていた。多少の家事全般はできるだろうが、あまりにも手際がいいので驚く。妻の妊娠が分かってから、在勤に少しずつ切り替えたんだ。だから、家事全般はもちろん、得意料理もあるし、時間があれば創作料理もやるよ。すると、孫がパパの料理は美味しいよという。パパの料理もではなく、そういえば嫁の姿がない。急に来たので買い物にでも行っているのだろうか。ああ、あいつは昨日から友人と旅行中。え？聞けば、嫁の旅行は今に始まったことではないらしい。理解ある夫もいいけど、あまり自由すぎるのも、孫はまだ母親恋しい年だろうにと言うと、これで家庭内がうまくいってるんだからいいよ、と息子は笑う。本人たちがそれで納得しているのなら、私たちがとやかく言うのも耳障りだろう。これ以上口出ししないと決めた。それより、嫁がいないから泊まっていけば。少し戸惑っていると、じいじとばあばお泊まりするの？わーい。孫が大喜びして、じいじと遊ぶと手を引っ張っている。そんな姿を見たら、息子の誘いに甘えたくなる。それに、またいつ会えるかわからないという気持ちもあり、今夜は息子宅に泊まることにした。息子の手料理は驚くほど凝っていて美味しい。私たちのことを考え、少し薄味にもなっているようだ。だが、出されたご飯を口にした瞬間、あれ？となる。私たちが送ったお米ではないからだ。大量に送ってまだ数ヶ月。社員に配ったと言っても、その前に息子家族用に相応の量を送っている。孫は5歳で食べ盛りというには幼すぎるし、どういうことだろう。息子が在勤だから減り方が早いのかもしれないと、それなりの量を送ったけど、足りないの？お米。と聞いてみた。米？何のことだ？米ならいつも妻が近所のスーパーで買ってるよ。送ったって、そんな話聞いてないな。だって、美味しいから会社の人にも食べてもらいたいって、あなたが言ったのよね。会社？いや、在勤だから必要以上に社員と会話はしないけど、おかしい。息子と会話が噛み合っていない。大量に送った米が息子の会社の社員たちに配られていないことは、息子との会話で分かった。では、あの大量の米は一体どこに？今流行の転売の餌食になっている？私は息子を刺激しないよう、言葉を選びながら探りを入れた。お嫁さんとは電話でよく話すのよ。米を送った時だけだが、息子とよりは話している。そうなのか。初耳だよ。あいつそんなこと言ってなかったな。でも、最近なら電話の対応とか見ているんじゃないの？それなんだけどさ。実はあいつ家を空けることが多いんだ。電話ってあいつからかけてることが多いんだろ？家電じゃなくてスマホからじゃなかったか？言われて最近の会話を思い出す。確かに部屋の中からというより雑音が耳に入っていたような。出先からの電話なら納得できる雑音があることに気づく。そういえば、この間話した時と言っても数ヶ月前だけど、電車の音がしてたわ。息子宅は最寄り駅から離れているし、近くに線路もない。何か言いたそうな息子の様子が気になるが、孫がいる手前、言い難いのだろう。察した夫が食べ終わったらじいじと遊ぼうと食卓から連れ出してくれた。息子は軽く息を吐き、実はさ、と切り出した。息子が言うには、
妻の自由奔放な行動を放任していることで家庭内がうまくいっていると言ったが、あれは嘘。仕事をほぼ在勤にシフトチェンジしだした頃から外泊が増えていた。友人と旅行も初めは疑わなかったが、偶然街中で一緒に行っているはずの友人を見かけてしまった。なぜ嫁の友人を知っているのかについては、友人と旅行に行った証拠とばかりに旅行中の画像を見せられて顔を覚えていた。だから見間違えるはずはないと断言する息子。しかし、突然のキャンセルもあるだろうと声はかけなかったが、帰宅した妻からは、いたはずのない友人との楽しい旅行話を聞かされる。嘘をつかれているとわかると、次第に一緒にいるのは友人ではなく、男ではないかと思ってしまう。つまり、妻の浮気を疑っているという衝撃の告白を聞かされた。私たち夫婦は翌日帰ってくるという嫁を待つために、帰るのを少し遅らせることにした。何も知らない嫁が意気揚々と帰宅する。とても楽しい旅行だったようだ。だが、リビングで待つ私たち夫婦の存在が目に入ると、飛び上がる勢いで驚いた。お母さん、お父さん、どうして明らかに動揺していた。すかさず息子が、今日の晩飯、食べてもらってもいいよな。と、当然いいに決まってるだろ、という圧で言う。もちろんですわ。変な笑いつきで同意はしたが、すでに目が泳いでいる。まさに天国から地獄への真っ逆さまな心境なのだろう。それでも、出てきた夕食のメニューはまともで、お惣菜を買って盛り付けただけでないことは見てわかった。後ろめたいことがあると妙に張り切って手の込んだ料理を出してしまう。そんな心理なのだろう。今日のママの料理豪華だね。子供は正直だ。嫁はタジタジしながら、じいじたちが来ているからよ、と孫に言う。じゃあ、じいじたち、ずっとこの家にいればいいのに。嫁の顔から血の気が引いていくのが見てわかった。わがままを言わないの。じいじたちにだって都合があるんだから。と言い聞かせるが、夫が、じゃあもう一晩泊まるかななんて冗談で言うと、孫は喜ぶが、嫁はムンクの叫びのような顔をしていた。私たち夫婦にさっさと帰ってほしいと思っているのがよくわかる。だが、私たちは気づかない素振りで通すことにする。空気の読めない老人夫婦とでも思っているのかもしれない。出された料理の中で、私たち夫婦は炊いたご飯に注目した。香りも食感も、噛めば噛むほど広がる甘さも、間違いなく私たちが丹精込めて作った米だ。昨日は別の米だったが、今日は私たちが送った米。つまり、息子には伝えず、食べさせず、嫁にしかわからないところに隠し持っていたということだろう。だが、一人で抱えて食べきれる量ではない。また、隠し持つにしても、あの量をこの家のどこに隠せるというのか。息子の証言といい、この米といい、絶対に何か裏があると確信した。息子と孫はご飯を食べると口々に、このご飯うまいなと絶賛。ただ一人嫁だけは一瞬慌てたが無言でうつむき、ただひたすら別のおかずに箸を伸ばしていた。まるで米の話題を振ってくれるなと言っているようだ。食べ終わって帰ろうとすると、嫁だけは安堵の表情になる。息子は遅いから泊まっていけばと引き止めたが、農作物が気になるからと理由をつけて帰ってきた。少しでも早く息子の代わりに調べてもらわなければ。翌日、更新所に出向き、嫁の素行調査を依頼した。結果は予定よりも早く出た。息子が疑っていたように、
嫁は妻帯者と不倫をしていた。つまり、ダブル不倫というものだった。しかも、相手はただの妻帯者ではない。息子の勤める会社とライバル関係にある会社の社員で、嫁は不倫をしただけではなく、情報の譲渡もしていた。つまり、ライバル会社に夫が担当していた情報が筒抜け状態だった。私たちが大量に送った米は、自分の親からだと言って、不倫相手の会社内で配り、また息子の家庭にと送っていた分は、不倫相手に渡していた。私たちは嫁の不倫相手とその会社のために無償で送っていたわけではない。顧客に謝り、理解してもらってかき集めた不昨年の米をこのようなことに使われるとは。すぐに事実を息子と共有する。息子は仕事面も筒抜けだったことに衝撃を受け、すぐに対応処置に動いた。嫁のダブル不倫に関しては、息子は当然だが、私たち夫婦にも関係すること。嫁が確実に不倫相手と一緒にいる時間を狙って、息子と共に突撃した。調べ尽くされた書類に目を通しながら、顔色が変わっていく嫁と不倫相手。仕事の情報を勝手に他者に流すなんて。何かあれば俺はクビだぞ。稼ぎがなくなって困るのはお前だろう。珍しく怒りを隠さず出す息子に、嫁はあっさりと不倫と情報漏洩の事実を認めた。ほんの出来心だったのよ。あなたがほんの少し席を外した時に見た画面をこの人に言ったら、すごい情報だって言うから。昇格できたのは私のおかげだって、旅行に連れて行ってくれたから。事実は認めたが、その大きさに全く気づいていない嫁。もういい。離婚だ。いや、それだけは考え直して。あなたが許してくれるまで謝るから、いい妻、いい母親になるから。昇格する男がいいんだろ？その男に養ってもらえ。無理よ。そりゃそうだろう。相手も妻帯者なのだから。嫁は息子に泣いて謝るが、泣くのは行為で謝罪ではないときっぱり切り捨てる。さらに子供は息子が引き取り育てること。嫁には子供が成人するまで会わせないことを告げた。成人した後、子供が会いたいと言うまで連絡もしてくるなと、かなり厳しい条件を突きつける。さすがに嫁も聞き入れがたいようで、待って、子供はあなただけの子供じゃないのよ。私のお腹を痛めた愛しい子なのよ。子供を理由にどうにかして息子との関係を残したいらしい。よく言えるな。子供が愛しいのに不倫？不倫する母親に育てられる方がかわいそうだと、なぜ思わなかった？まあ、そういう流れになるのは当然だ。結局、嫁の主張は一つも通らなかった。さらに嫁には、息子からの慰謝料と、私が息子家族に送った分のお米代、不倫相手の会社に配ったお米代の請求もした。当然のことだが、慰謝料は相手の男にも請求することができる。そうなると、相手の妻にも知れることとなり、嫁は不倫相手の妻からも慰謝料の請求をされることに。今まで専業主婦だった嫁に払えるわけもなく、実家の両親に泣きついたが、1円たりとも援助は得られなかった。それどころか、感動を言い渡されたというような話を耳にした。ろくに社会経験もない元嫁が今どこでどうしているか、私たち夫婦はもちろん息子も知らない。息子は漏洩の件で自主退社をしている。会社側は息子の仕事ぶり、人となりをとても評価していて、漏洩に関して責任はないとしていた。誰だって自分の妻がまさかライバル会社の社員と不倫中で
仕事の情報まで譲渡していたなんて考えもしないだろう。引き止めが叶わなかった会社は、それなら転職先の斡旋をと申し出てくれたそうだ。しかし、責任感の強い息子は、会社の恩情は嬉しいが、これを機にしてみたいことがあると、退社の意思を貫いた。息子はほどなくして住んでいた家を手放し、生まれ育った実家近くに越してきた。そこで個人事務所を立ち上げた。今までの経験を生かし、独立したのだ。事務所と住家が隣接しているので、子育てしながら仕事ができる。それでも時々、私たちに子供を見ていてくれと連絡が来る。仕事が休みの時は、孫を連れて農業の手伝いをしてくれることも。私たち夫婦と息子親子は、こうして協力し合い、楽しい日々を過ごしている。